京本大我のオールナイトニッポン。シーン開けてるよ今日。何してんの。へえ、ここがオールナイトニッポンか。は？最近オールナイトニッポンやってないからな。ちょっと入ってみよう。ウィーン。そのショートコントみたいなこと今。ここで一通メールを紹介。どういうこと？何今のウィーン。京本さん、こんばんは。今日は質問があり、メールをさせていただきました。京本さんがトマトを大好きというのは世界共通の認識になってますが、そうだよ。誰も認識僕らは好きですか？教えていただきたいです。本当にラ知りたいジオネーム、ジャスティン・フィーバー。そうか。僕らが好きかどうか。これを本当に知りたいかどうかだよな。好きですね。何そのなんでちょっと恥ずかしそうなの。ラジオネーム。もう、夏終わった？いいの？夏終わったってラジオネーム聞いてきてるな。もう終わってないよ。終わってるよ。終わってるよ。京本さんに質問です。ポケモンのカード集めてるけど何に使うんですかと。大の大人がポケモンのカードを買って何に使うのか細かく教えてもらっていいですかと。なるほどね。大の大人。大っていうワードを聞いちゃうだけでもポケモンのね、もう VMAX が出てきちゃうんですけど、そこは置いといて。何に使うのか。もちろん対戦に使うためにデッキも組んだりして、最近ね、初心者ながらいろいろやってみてますし、対戦するものだもん。もちろんコレクションとしても、ファイリングしたりとか、で、あまりにもレアすぎるものとかは、スクリューダウンに入れたり、丁寧にね、保管して、UV カットできるようなものを使用して、もうカードがこれから先、汚れたりとか、破れたりそういうことはしないように徹底してやってますしね。バトルとかも結構、計算とかも頭使うんですよ、意外に。そうなんだ。だから、本当に頭の体操にもなるし、本当に国民みんなにやってほしいなっていうふうには思ってます。あんま紙のそんなバリバリバリってやってね。引き続き、次、いつ来るかもわからない京本大我へ、普通ネタの、普通笑ってるやん、自分で。普通歌の募集中です。めっちゃ笑ってたじゃん。受付メールアドレスは、st@allnightnippon.com st@allnightnippon.com ストーンズの頭文字を取って、ST となってます。懸命に、京本大我は、運転クソ下手と書いてください。やだよ、そんなメール。やだろ、そんな懸命。それで募集していいんだな。ちょっと聞くもうちょっと笑った方がいいかな。どういうこと？今俺が喋ってるからさ。いや別に聞くも確かに今アイドリングトーク的なタイミングではあるけど、京本大我のオールナイトニッポンこっからだけど、でももう笑っといた方がいいかな。どういうこと？いいんじゃない別に。てかあれか。なんか最近、なんだっけ？入籍したなんか、キクモが入籍したっていう話。後でとか、ちゃんとした時にやる。11月1日に入籍。ってことは本当に数日前。こんなとこで急に。式は挙げたの？今のところ予定はない。でもね、挙げてほしいね。キクモのウェディング姿見たいしね。キクモのウェディング姿見たいあんまり挙げる気は今のところは予定はないっていう。お付き合いはどれぐらいしてた？その話いる？聞くもの。何年？いいって。3年ちょっと。でも、いい結婚の判断するタイミングとしては、絶妙ないいタイミングかもね。3年。ディレクターの聞くもの話いいって別に。大きくの話。ってことは出会いはもっと前だったりする？いいって、それとも出会ってすぐお付き合いいいよ、そのディレクターの恋愛話。出会ってすぐお付き合い。結構、肉食的なことなの？すぐ告白とかできちゃうタイプ。ねえ、あとこれ。いいなと思ったら。普通に答え成り行きで。聞くもの声、これリスナーに聞こえてないから。でもね、こっから大変よ。結婚でしょ？確かに、ね、これまでも結婚同様3年間っていう、2人の距離感で過ごしてきたんだろうけど、入籍したってことはもう、覚悟が、ついてくるからね。独身が何言ってんの？だからこれから本当に、もちろんその不倫とかさ、世の中も今良くないけども、聞くももう分かってる？そこは。誓える？じゃあ、今、それ誓える？ちゃんとしっかり、浮気とか不倫とか、今後一切
奥さんを悲しませるようなことはしませんって。まあ大事だよね。誓います。じゃあ誓いの中をお願いします。誰とすんだよ。誰とすんだよ、今。誰とすんだよ。できる？奥さんと式ですんだよ、誓いの中は。じゃあ帰ってからできる？帰ったら。帰ったら奥さん。帰ったらいるんだよね。奥さんびっくりするから。まだあれ、まあこういう質問はちょっとね、野暮かもしれないけども、こう、二人で過ごしていこうって感じ？当分は。それとももう家庭というか家族持ちたいな、みたいな。いや別にいいんじゃないそれと。ゆくゆくはね。何人ぐらい欲しいとか。長えよ、ラリーが。長えって。二人か。二人いいよ。まあでも男の子と女の子とかそういう感じかな。まあね、一人一人ずつ欲しいよね。マジで普通に対面で喋んのやめてくれ。まあでも、全然なんか、応援してるし、全然なんか、俺割とさ、まあこういう職業してるけど、奥さんと、菊本と俺とご飯とか全然、事務所にも、ちゃんと、なんもね、俺に悪いことはないし、3人でご飯とか行きますよって事前に言えばいけるからさ。そのトマトニュース部中のやつやろうよ。だから、全然なんか、紹介してくれていいから、奥さんとか。うん。まあじゃあ、おめでとう。こんな変なコーナーで言われて嬉しいかこんな変なとこの変なところでね、京本大我のオールナイトニッポンが、最近、たるんでるんですよ。めっちゃキレてるよ。今の、主に自分のせいだよ。ありえなくて。主に自分のせいだよ。たるみ切ってるんですよ、最近、ここ数回。聞くも。いや、数回って聞くもがさ、結構ひどいけど。最近ちょっとイライラさせてきてたから、俺のことを。まあでも今日、その入籍って聞いて、俺も本当に、今日、このラジオと入籍したいって思ったよ。何言ってんのまあじゃあここらで一発ぶち上げていこうかね。ぶち上げる？今週は、トマトニュースこんな感じですよ。聞いたことないよ、今までこの感じ。入ってこない。そう。ここから始まる俺らのストーリー。君と僕の始まりストーリー。そう、菊もが入籍。そして僕はこれから奇跡を起こすぜ。イエーイ東京寒い。5、6、7、8。この冬のトマト、非常に味よしとのことです。先月26日に静岡県浜松市で行われたトマトの品評会によると、この冬のトマト非常に味がよしだったそうです。ここ最近の急激な冷え込みによって成長株が落ち、例年よりも少ない出荷量ではあったものの、その分栄養や糖度を蓄えた非常に味がよしのトマトが出来上がったそうです。5、6、7、やめて。今年のトマトは少数精鋭エリートトマトということですね。つまりは京本大我、今年のトマトは京本大我と言えます。皆さん今すぐ家の冷蔵庫のトマトをご覧ください。それは私です。お邪魔してます。ツイッターに写真とかアップしないでよということで、お聞きになってわかる通り、今週のトマトニュース不作でした。こういう日もあります。今までなかったのが不思議なくらいです。いやどうしようかな。なんか暇だよね。ドライブとか行っちゃう？セリフ入るパターンの感じ。ドライブとか行って海感じたりしちゃう？潮風なんか浴びて窓開けて手なんか出して東京マジでビキニのお姉さんカモンウキ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 ウハウハしようぜ。そう、これから行くぜ、俺の人生打ち上げていくぜ、行くよ、ヘイということで、お送りしてきた京本大我のオールナイトニッポンがね、これでお別れするの？まあここでお別れのお時間になっちゃったっていうことで、いやまあちょっと寂しいよね、こういうアゲアゲが終わるっていうのは。早く終わってほしいよ。みんなもう一丁行きたいの？いいよ、もう行かないよ、絶対。行きたいんだったら今日は俺とオールナイトしようぜ。絶対オールナイトしたことない人のテンション。みんな行くよ。5、6、7、8そうそう、みんなもせーの。5、6、7、8タイミングめっちゃ下手じゃない？カウントで言うと7からのタイミング。ここら辺でいいかな。だいぶ盛り上がったんじゃないかな、久々に。このラジオちょっと最近ね落ち着いてたから、全部あなたの一回ここでぶち上げとくっていうのは良かったかもしれないね。まあということで、放送はこの後、来月誕生日の田中樹が
喋りますよ。俺6月や誕生日。ハッピーバースデー。全然俺じゃねえよ。本当にバースデーしちゃう俺じゃねえよバースデーパーリーしちゃういいし、君でしょ、来月。ということで、ここまでのお相手は京本大我という現象でした。何言ってんの何現象って。いやー、ちょっとね、京本大我って現象この曲のエピソード一つあるんですけど、まあ、後ほど話そうかな。そうだじゃあ、ビーズの今夜月の見える丘に。